兼家と諸助。光る君へに学ぶ日本史。限りなき色好みと呼ばれた二人。藤原兼家の時代には、摂関家でもなぜか藤原北家の、しかも九条流だけが栄え、権勢を欲しいままにした。それは藤原兼家とその父諸助が天皇の娘3人を手込めにして姫巫女殺しと呼ばれるなど悪辣な手法を用いたからである。兼家とその父諸助の親子二代の生き方から、なぜ藤原北家の九条流だけが栄えたのかを詳しく見ていこう。兼家の父藤原諸助は表面的には実兄の関白実頼と始終仲良くしたが、陰では兄を憎んだ。彼は自分の子孫のみの繁栄と兄の子孫には災いが降りかかることを神仏に祈ったという。この諸助の方針はそのまま兼家へと引き継がれ、藤原九条流の流儀となった。摂関家の代々の当主には上辺や孔明、寛大、無欲を装いながら、裏では陰湿狡猾な行動をした人物が多い。さらに諸助は女性に対しても淫乱で6人も妻を持った。しかも諸助が異常だったのは、3人もの内親王天皇の娘を強引に妻にしたことである。通常内親王をめとることができるのは親王と王だけで、臣下ではありえないことであった。藤原摂関家といえども、諸助以前に誰一人として内親王を妻にした者はなかった。ところが彼は平然として3度にわたって朝廷の禁制を犯したのである。諸助は内親王を手込めにするために、まず内親王の乳母に近づき籠絡するという悪辣非道な手段を用いている。彼は天皇の許可を得るという不正規の方法を用いたのではなく、半ば強制的に婚姻を迫ったのだ。そのため諸助はうつほ物語に限りなき色好みの右大将藤原兼政という架空の人物で登場している。3人の内親王は新郎でいずれも創生したため、諸助は姫巫女殺しと陰口を叩かれ、人々から蔑まれた。兄で太政大臣の実頼は村上天皇の後宮に娘の信子を入れるが、彼女はわずか15歳で没してしまう。一方の諸助の娘靖子は村上天皇との間に王子範平、後の冷泉天皇と数人の皇女を産む。人が恐れ使わない手段を用いて、諸助は摂関家の中でも九条流のみを繁栄させることに成功する。彼の子孫が藤原北家の嫡流となり、兄の実頼の子孫である小野宮流は以後後陣を拝することになる。九条流藤原氏は兼家、道隆、道兼、そして道長と続いていくが、その基礎を作ったのが諸助である。諸助には惟忠、兼道と兼家の3人の息子がいた。3人の息子たちは父親の諸助から直接九条流摂関家の政権を奪取する方法を実地で学んだのである。
960年天徳4年、藤原師助が52歳で逝去すると、惟忠が後を継ぐ。関白まで上り詰めた惟忠だが、12年後に病没すると、兼道と兼家の兄弟が後釜をめぐって激しく対立する。兼道と兼家の兄弟は、父師助から伝授された悪辣陰険な手法で争い合った。世は延佑天皇の時代となっていたが、娘を先に冷泉帝に入内させていた弟の兼家が、兼道を官位の上では一歩リードしていた。そのため兼道は以前から一策を講じていて、妹の延佑天皇の生母靖子に生前中に懇願して一筆を書き残させていた。兼道は靖子亡き後は、一筆を入れた袋をいつもお守りのように首から吊るして持ち歩いた。そして延佑天皇がいざ次の関白を決めようとしたとき、兼道はそっと天皇に亡き母靖子の書いた一筆を見せたのである。そこには母の筆跡で、関白は次第のままにさせたまえと書かれていた。天皇は今は亡き母の懐かしい筆跡を見て涙を流した。そして延佑天皇は母靖子の言いつけ通りに兄の兼道を次の関白とした。兼道はそれでも飽き足らず兼家を冷遇した。兼道が娘の照子を延佑天皇の中宮とすると、兼家も娘の彬子を入内させようとした。しかし兼道は天皇にはすでに中宮がいるとの理由で彬子の入内を阻止したことが大鏡や映画物語に書かれている。ちょうど紫式部が生まれた頃だが、兼家は兄の仕打ちで数年の間は官位も上がらず不運な日々を過ごしていた。ところが兄の兼道が977年承元2年の頃から病となり、やがて危篤となった。すると兼家は兄のところに見舞いに行くどころか、延佑天皇に拝謁して自分を次の関白にと願い出ようとした。これを知った兼道は病心をして先回りし、次の関白には藤原頼忠をと天皇に推薦している。結局兼道の死後には実直な頼忠が関白となったために、兼家を再び鬱屈とした日々を過ごした。藤原均等の父で温厚で実直な関白頼忠は、兼家がかわいそうになり右大臣にさせてやっている。兼家は兼道の生前中は阻止された彬子の入内を成功させる。彬子は2年後には延佑天皇との間に康仁親王後の一条天皇を設けている。すると欲望に限りがない兼家は自分を救ってくれた関白頼忠の追い落としにかかるのである。中宮の照子が病没する。延佑天皇は兼家の権勢が増すのを警戒して、彬子ではなく入内していた頼忠の娘で金時の姉の信子を中宮とする。彬子には天皇の子供がいたが、信子にはいなかったのにである。そこで兼家は彬子母子を自宅の東三条殿に置いて人質にする作戦を取る。そして通常は王子が3歳の時に
宮中で行う袴着の儀式を東三条殿で行い、兼家は延佑天皇の参加を拒み続けるなどの嫌がらせを繰り返している。延佑天皇は王子を皇太子にすることを条件に崋山天皇に上位する決意をした。ドラマでは兼家は天皇に毒を持ったとしているが、上位を迫ったことだけは確かである。兼家は父諸助の色好みの性質とともに悪辣で陰険な性格を間違いなく引き継いでいる。兼家は父親と同じように10子に余る女性を妻にして、やはり限りなき色好みと言われた。第65代崋山天皇は霊前天皇と藤原惟忠の娘との間に生まれたが、入内した藤原忠信の妹よし子という女子を深く愛した。よし子は天皇の子供を身ごもるが、体調を崩して母子ともに死去したため、崋山天皇の悲しみはとても深かった。これに目をつけた兼家は天皇のクロードとして仕える次男の道兼に策略を授ける。道兼も出家しますからと崋山天皇を出家させる謀略である。世間知らずでまだ20歳過ぎの天皇は騙され宮中を抜け出して出家する。崋山天皇は道兼が逃げたことで初めて騙されたと気づくが、後の祭りである。兼家の謀略にはまった崋山天皇はわずか2年足らずで上皇となった。1011年寛和2年、我が娘彬子の産んだ一条天皇が即位することで、兼家は九条流藤原氏の独裁体制を固めていく。こうして藤原摂関家は北家の九条流のみが栄えることになる。諸助と兼家が残したなりふり構わぬ手法を踏襲して、九条流藤原氏は道長の時代に全盛期を迎えることになる。しかしその礎は非道で冷血漢の2人、藤原諸助と兼家が築いたのである。